はい、どうもこんにちは。今回はですね、ボックスのバルブエナジーシリーズからこちら真っ赤な筐体ミスティックエッジを紹介していきたいと思います。このね、バルブエナジーシリーズですけどね、僕の動画ではコッパーヘッドドライブとかカッティングエッジとか、あとはシルクドライブですね。この辺の3機種を紹介してきました。そしてですね、バルブエナジーシリーズ全4機種あるんですけど、僕の動画では最後の紹介となりましたこちら真っ赤な筐体ミスティックエッジですね。こちらを今回紹介していきたいと思います。こちらですね、ボックスの AC30 のサウンドをモデルにしたエフェクター兼プリアンプです。 AC30 というとですね、非常にですね中域も豊かで非常に特徴的なアンプですよね。その AC30 をですね、本家ボックスがですね YouTube を使ったエフェクターとしてですね作り込んできたというところで非常に楽しみでございます。筐体はねこんな感じですね。このですねヘアライン加工が施された真っ赤な金属ですね。これがめちゃくちゃかっこいいですね。で、他のと同じようにですね、ここに波形が見れるモニターがついています。あとはボックスの AC30 特有のですね、真ん中にトーンカットっていうのがありますね。このトーンカットつまみっていうのが他のアンプシリーズとは異なります。そしてブライトスイッチですね。ミスティックエッジにもブライトスイッチがついております。あとはですね、こちらですね、モードつまみがあって、スタンダードモード、普通にですね、エフェクターとしてプリアンプの前に置くスタンダードモード、そしてこの真ん中ですね。はい、このミスティックエッジをですね、プリアンプとして使ってパワーアンプを別で挿して使うプリアンプモード、そしてキャビネットシミュレーターがこのエフェクター内でオンになるラインで撮ってもとてもねいい音になるキャビネットモード、この3つのモードが他のですねバルブエナジーシリーズ同様に存在します。そしてですね、他のバルブエナジーと同様にですねリンクっていうのがありまして、バルブエナジーシリーズをですねプリアンプとして使うのにあたってですね、アンプのチャンネル切り替えのように使える機能があるんですけど、これはですねこちらの動画で実演込みで紹介しておりますので、ぜひねそちらご覧になってみてください。概要はこんな感じでございます。めちゃくちゃ期待ができます。ということでですね、実際どんな音がするのかというところをですね、音を見ていきたいと思います。ということで、行ってみましょう。というわけでですね、早速音を見ていきたいと思います。ギターはギブソンの ES335 で、そこからですね、こちらミスティックエッジにインプットから入ります。そしてアウトプットからですね、こちらの動画で紹介したコッホのペダルトーンという真空管プリアンプに入ります。で、そこからですね、ラインアウトで出力してレコーダーで収録しております。バイパスの音はこんな感じです。335のミックスポジションです。こんな感じです。では、早速オンしていきたいと思います。モードはですね、スタンダードモードですね。歪みエフェクターとして使うようなモードです。はい、スタンダードと出ましたね。つまみはですね、一応今全部12時の状態で収録していきたいと思います。このまま鳴らしてみると。とってもいい感じですね。リッチなサウンドといいますか、結構ね、エッジもしっかり効いててですね、とても気持ちいい音です。ではですね、まずは歪み、原因からですね、上げていきたいと思います。非常にですね、ミドルが特徴的なですね、本当にボックスのサウンドという印象がとてもしました。めちゃくちゃいい音です。僕は結構このエフェクターはですね、歪み上げて使うのがかなり好みだなと感じました。今センターなんですけど、せっかく歪んでるんで、リアで鳴らしてみたいと思います。はい。ではですね、またミックスポジションに戻して下げていきたいと思います。原因が下がった分ね、ボリュームも下がるんで、ちょっとボリューム上げたいと思います。リア。
結構やっぱりミドルに寄った音っていうのがよくわかりますね。はい。では次ですね、EQ 回していきたいと思います。まずはベースから。ローが上がりますね。ローがカットされます。これも非常に使いやすそうな聞き具合でございます。そしてトーンカットっていうのはね、一回飛ばして、次ですね、トレブルを上げていきたいと思います。こんな感じです。で下げていくと、こんな感じになります。結構ね、EQはしっかり効くなというのが印象です。そして次のこのトーンカットですね。右に回すとですね、ハイの成分がちょっと削られていくんですけど、独特な削れ方がするように感じます。で、戻していくと。これでしっかりハイの成分が出てきましたね。はいがしっかり出てきてね、気持ちいいですね。はい出した方が好きなんですけど、なんかこれを削っていくことでなんかもっとボックスっぽい音になっていく気がします。とってもいい感じですね。ちょっとね、マイルドになっていく感じなんですけど、でもこれを上げ切っても全然モコモコする感じではないので、ハイをカットしていくというよりかは、結構ミドルを強調するのに、ハイの成分のいらないところをちょっとカットするみたいな、なんかそういう印象を受けました。とても使いやすいです。このトーンカットがあることで、音作りがすごくしやすいんじゃないかなと思います。本当にボックスのですね、このミドルの豊かな音をね、強調するのにとてもいいなと思いました。はい、じゃあ次ね、ブライトスイッチやってみたいんですけど、まずは12時の状態でこのまま音をもう一回、聞いてもらいます。これをですね、いかがでしょうか。圧倒的に元気なサウンドになりますよね。はい。で、これを踏まえた上で音を作っていくと、こんな感じとかはどうでしょうかね。ブライトスイッチを上げて全体的に元気な音にするんですけど、ハイの痛い成分をちょっとだけ絞ってあげて、で、トーンカットもちょっとだけかけてあげて、で、ベースも少し落として、原因を上げてですね、で、ミドルを強調した音にしてみました。アンサンブルでもっとね、抜けてきてほしいなと思ったらトレブルとかトーンカットを調整してあげて作っていく感じ。結構歪むんでね、忙しい音ですけど。こんな感じでね、ブライトスイッチもね、使うと非常にですね、音作りの幅が広がるんじゃないかなと思いました。という感じで、スタンダードモードを見てきましたが、次はですね、キャビモードを試してみたいと思います。キャビシミがオンになりまして、このアウトから出した音でもですね、ラインで撮った時に生っぽく、アンプで鳴らしたかのような音がするというモードですね。それをやっていきたいと思います。じゃあ、行ってみましょう。はい、次ですね、キャビモードを試してみたいと思います。ギターはですね、同じくギブソンの ES335 で、そこからインに入って、で、アウトからですね、直接レコーダーでラインの音を取っております。これを入れると、このプリアンプとキャビシミがオンになりますので、ラインでもですね、いい音で取れるということになります。まだですね、バイパスの音ですね。で、これをオンにすると、
一気にね、ボックスの音になるという感じです。さっきはですね、プリアンプをこのですね、コッホのペダルトンを使っていたので、今回はミスティックエッジがプリアンプになってですね、直接レコーダーに入っているので、別のプリアンプを通していないので、よりですね、ボックスのサウンド感というのがね、出たなっていう個人的な印象です。ではですね、またですね、つまみ回していきたいと思います。原因を上げるとまずこんな感じですね。リアだと原因下げていくと進まない音になります。という感じで、次ですね、ベース上げていきたいと思います。ローがぐんと上がります。これで、ローをカットできます。そしてですね、トレブルですね、同じように。もしっかり聴いてくれます。息はしっかり聴いてくれると。で、トーンカットですね。こんな感じですね。はいがですね、結構しっかり出てきますと。やはりですね、このトーンカットつまみがね、とても秀逸ですね。かなり使いやすいです。とてもね、好きです。次にですね、ブライトスイッチ、こちらでもオンにしていきたいと思います。ガチッ。とてもね、元気な音になって気持ちいいです。ちょっとね、こんな感じが好きなので。こんな感じでね、やはりね、ブライトスイッチオンにすると、息の音がね、元気になるので、アンサンブルで前に出せる音が作れると思います。もしくはですね、またですね、このブライトスイッチをオンにして全体がこう、ちょっとシャリッとした音になりつつ、はいを落としてあげる使い方も僕は好きです。キャビシミモードもですね、とってもいいので、ぜひね、自宅で練習するときとか、着録とかでね、試すとね、とてもいいんじゃないかなと思いました。という感じですね、キャビモードでした。最後にですね、プリアンプモードっていうのがありますので、これをですね、スタジオのヘッドアンプにリターン差しをしてですね、プリアンプモードを試してみたいと思います。というわけで、行ってみましょう。はい。ということでね、スタジオにやってきました。こちらですね、スタジオのマーシャルのですね、JCM2000 ですね、ヘッドアンプのですね、リターンにつないで、エフェクターはですね、プリアンプモードにして、実際にですね、こいつをですね、プリアンプとして使う方法をやってみたいと思います。このね、プリアンプ部を使うので、マーシャルのリターンに挿してます。なので、マーシャルのヘッドアンプは、パワーアンプとキャビネットだけ使って、で、そのキャビから出力される音を、手話のですね、SM57 のマイクを立ててレコーダーで収録しております。で、ボリュームはですね、アンプにつないだ音を考慮してですね、このぐらいで固定しております。ではですね、まずだいたい12時ぐらいでまず鳴らしてみたいと思います。ギターはですね、ギブソンの ES335 のミックスポジションです。めっちゃいい感じですね。マーシャルのリターンにつないでも、こいつがしっかりプリアンプになっているので、ボックスの音になって出てきております。でですね、つまみ回していきたいと思います。まずはですね、ゲインから回していきたいと思います。
はい、いい感じに歪んで気持ちいいですね。ボックスの音っていう感じで。では下げていきます。ローゲインもとってもいい感じですね。では次ですね、ベース、ここですね、ベースを回していきたいと思います。次、トレブルに行きましょう。いい感じ。次ですね、トーンカットですね。ボックスのね、AC30 といえば、このトーンカットがありますね。でこれはですね、右に回していくとトーンがカットされていくので、一回やってみたいと思います。ここから。マイルドですけど、良さがありますね。で、反対に回していきます。結構ね、シャリッとした音になりますよね。マイルドな動きというか、とてもね、いい感じ、微妙なニュアンスでね、変わってくれるのがとってもいいなと思いました。では次ですね、ここにブライトスイッチっていうのがありますね。これをやってみたいと思います。かなりシャリッとするので、ライブでね、使ってみて、他の音と合わせて音抜きが悪いとか、もうちょっと前に出したいっていう感じであればですね、このブライトスイッチをパチンと押せばですね、元気な音になってくれるという感じです。逆にね、ブライトスイッチにしてて耳が痛いよって場合は、これをオフにしてあげればですね、もうちょっと、マイルドな音といいますか、おとなしい音になりますので、そこもね、バンドの構成やアンサンブルに合わせてですね、使い分けてみるのがいいんじゃないかなと思います。という感じでね、いかがでしょうか。プリアンプモードでですね、鳴らしてみるのもとってもいい感じですので、ぜひね、試してみてください。いかがだったでしょうか。めっちゃいいですよね。僕はね、この AC30 は、何度か弾いたことあるけど、実際所有はしたことないんですが、この非常にですね、ミドルの豊かな、このサウンドがね、めちゃくちゃ好みです。特にね、この歪ませた時のこの感じっていうのは、かなり好きです。とっても気に入りました。結構ね、特徴的なんですけど、非常に、リッチな、音がしてですね、とっても気持ちよかったです。実際ね、いろんなね、この3つのモード、聞いていただきましたが、どれを聞いてもね、とてもいい音で、他のバルブエナジーシリーズ同様にですね、全モードめちゃくちゃ使えるなと思いました。なのでね、エフェクターボードの一番最後とかにエフェクターボードにですね、繋いでおいて、プリアンプとして使うみたいなこともね、全然ありですし、レコーディングとか練習でですね、家でラインサウンドを取るとかっていうところにもね、全然ありですし、とてもね、音がいい割にですね、汎用性がとても高くて、非常に優秀なペダルだなと思いました。いかがだったでしょうか。僕の中ではね、こんな感じで、これ同様にですね、ボックスのバルブエナジーシリーズの紹介だったり、ボックスのちっちゃいヘッドアンプですね、MV50 の紹介なんかもやってます。あとはですね、ボスのコンパクトエフェクターの紹介だったり、バンドマンのエフェクターボードの紹介なんかもね、やっておりますので、ぜひね、この機会にチャンネル登録していただいて、また次の機会にお会いできればとても嬉しいです。ということで、今回ですね、ボックスのミスティックエッジの紹介でした。とってもいいエフェクターなんでね、ぜひお店で試奏していただいて、購入検討してみてください。ということで、本日もありがとうございました。それでは。